私視力低いからな、甘いものも好きだし筋トレいや無理無理っていう方でも朗報かと思いますので、最後まで聞いてみてください。どうも美ボディ研究部部長の佐久間みおです。はい、さあ夏真っ盛り。今まではね洋服でうまいことを隠していたあのお肉もこのお肉もこんにちはということで、何度かリクエストいただいていた私のダイエット方法について今日はお話ししていこうかなと思います。実はね知る人ぞ知る、昔はダイエット系のブロガーだった時代もあったんですけど、 YouTube ではダイエットのお話そういえばあんまりしてこなかったので、今日は私が何度も今までにダイエットを成功させてきた3つの秘訣、3つの習慣についてお話ししていきたいと思います。それでは本日も美ボディ研究部スタートです。レディゴー。ではまずは私のダイエットの歴史に合わせて失敗成功の理由をまとめてみました。はい、中学の頃がねピークで、身長は152センチだったので平均より小さめだったにもかかわらず、体重はね身長平均よりプラス7キロとコロコロ太っておりました。当時はバレーボール部で運動量は多かったんですけど、その分お腹も空いちゃって、で購買部のパンが美味しかったんですよ。でまた選ぶのが砂糖たっぷりのドーナツとかね、クリームたっぷりのパンを躊躇なく5個ぐらい選んで食べていたら、どっちがバレーボールかわかんないような体型になってましたね。でもね当時は絶賛不女子だったので、現実世界になってもどうでもよくて、自分の体型を変えようなんていう努力自体皆無でした。ところが高校でいよいよ不女子にも春が来た。3次元にね初めて一目惚れした私は、ようやく現実を見つめ、自分を鏡でちゃんと見て、なんじゃこりゃの体型にやっとね気づいて、なんとかせねばと取った行動が絶食。食べなきゃ痩せるだろうという浅はかな考えで、この方法は確かに最速で効果は出してくれるんですが、健康的にはねやっぱりおすすめできないですし、普通はすぐリバウンドします。このチャンネルをご覧になってくださってる方、バストアップに興味がある方も多いので、この大事な成長期の期間に絶食系のダイエットとかをね続けていると、育つもんも育たなくなるので注意です。あと普通はすぐリバウンドします。当時は若かったからっていうのと、絶賛青春中の少女みおちゃんだったので、気合でねリバウンドを抑え、あとダンスもやらせてもらってたので、そのおかげもあってかその後も10代の間は体型をキープできました。がしかしここでね悪魔と出会ったんですよ。その名もアルコール、お酒です。大人になってねお酒が飲めるようになったことが嬉しくて、しかも甘ったるいお酒が好きだったので、カクテルとか果実酒とか飲みまくっていたら、驚異的なスピードでピーク時の体重へ逆戻り。身長は伸びていたので幸い中学の時ほど丸っこくはならなかったんですけど、その辺から福岡に引っ越して、なんやかんやあって地元でモデル活動を始めると、周りのね細さに刺激を受けて、やっとこそ食事とかも気にするようになったり、あとダンスも続けてましたし、あとレッスンのおかげもあってかマイナス11キロの減量に成功しました。一応ねここが痩せのピークだったんですけど、ここまで痩せちゃうとね結構この時貧血とかも多かったですし、ただガリガリで今思うとあんまり見た目も魅力的じゃなかったと思うので、個人的にはね今くらいが気に入ってます。そして再び大魔神が降りてきます。上京して環境が大きく変わって、田舎っぺみおちゃんは憧れの東京にやっと来れたのが、もう小学生の時からずーっと出たかったので嬉しくて、これが新宿かこれが渋谷かって好奇心旺盛なのでね、いろんなとこに足を運んで、福岡時代にも増してお酒を飲むようになってしまいました。そもそもね20歳の頃はお酒のせいで太ったってことに気づいてなかったので、罪悪感もね覚えていなかったんですね。その結果なんとまた短期間にプラス7キロも太って、しかもほっぺにニキビとかできたことなかったのに肌も荒れに荒れて、これはおかしいとやっとお酒の恐ろしさに気づきました。上京して1年間必死にオーディションを受けて、面接に行っては落ちまくり、やっと所属が決まってお仕事も振っていただいていたのに、そんな急にブクブク太るような自己コントロール力の低さに加え、書籍にも書きましたが、昔からねコンプレックスがあって、男性にセクシーさをアピールするようなお仕事がどうしてもうまくできなくて、事務所からすりゃね胸あんだからグラビアからに決まってんだろうって話なのに、もちろんそれだけじゃないかもしれませんが当然クビですよね。そんなこんなんで20代はね失敗だらけでしたが、そのおかげでたくさん学べて、しっかり考えられるようになって、自己コントロール力も上がって、3つの習慣を見つけてからは短期間でも長期間でも健康的に美ボディを作るっていうのが特技になりました。最近はねパーソナルジムとかも通ってるんですけど、ジムが痩せさせてくれるっていう考え方だと、ジムだろうとエステだろうと
お金の無駄になりやすいです。ジムはあくまでサポーター、自分で痩せる、自分で仕組みを作るっていうのが成功の秘訣だと思ってます。学ぶとか仕組みとかいうと難しそうですけど、一つ一つはねとっても単純です。その3つの習慣教えん会ということで、サクッと言ってしまうと、1糖質を減らす、2朝トレ、3よく寝るです。なんだよく聞く話じゃんと思うかもしれませんが、3つ目はね結構私視力低いからな、甘いものも好きだし筋トレいや無理無理っていう方でも朗報かと思いますので、最後まで聞いてみてください。では1つずつ説明していきます。1つ目の習慣は糖質を減らすことですが、一昔前はカロリーを減らすことがダイエット、体重を減らすことだっていう説がアメリカで言われて、それが世界中に広まったんですけど、それは間違いだったってもうだいぶ前にアメリカは研究結果を発信していて、ご存知の方もね多いと思うんですけど、最新の研究では糖質が一番太る原因を作っていると言われています。なので最近は糖質カットとか低糖質っていう商品がたくさん売られてたりするんですけど、糖質は三大栄養素の一つなので、完全にカットするのは体に良くないし、リバウンドのね原因にもなるので、極端にカットしすぎるのはやめた方がいいと思います。でどんなものが糖質かというと、ご飯、パン、麺類、揚げ物、スナック菓子、ジュースや甘いお酒などなど、とにかく甘いもの、砂糖、小麦粉のような白い粉を使っているものは大体糖質が多いです。よくわからなければね、成分表示表に目を通す癖をつけるようにするだけでもちょっと罪悪感を覚えるので抑制になります。そうやって商品の裏とかについてる成分表を見て、ざっくりでいいので、へえこれにはこれくらい糖質が含まれてるのかって思えるようになってきたら、ご自分の目標とする体重や体型になるには1日何グラムまで糖質をとっていいのかっていうのを計算してみましょう。計算方法はこんな感じです。まずは目標体重を出します。身長をメートルに直して、身長かけ身長かけ目標体型別の BMI、 大体3パターンに決められているので、 BMI18 って言ったら王道のザ・モデル体型、20って言ったら一般的なスリム体型で、厚生労働省さんとかもおすすめしているような最も病気になりにくいって言われているのが BMI22 ですね。それぞれの目標とする体型により近い BMI 数値を選んで、計算すると目標体重が出てきます。そして次が1日の目標エネルギー量を計算します。カロリーですね。さっき出した目標体重×活動量が目標エネルギー量になるんですけど、活動量の目安としては低めが座り仕事を座っていることが多いなっていう方が25から30くらいですね。座ることもあるけど立って仕事することが多いかな。接客業、ショップ店員さんとかは立ち仕事メインの平均30から35くらいになると思います。毎日重たいもの運んだりとか力仕事が多いような方は35から40くらいを目安に出してみてください。そしてそこまで出したら1日の目標糖質量が計算できます。2で出した目標エネルギー量× C っていうのが炭水化物、ほぼ糖質ですね。より糖質をカットしたいっていう方は 55% をかけて、そこから糖質のエネルギーは 1g4kcal ですから割る4をすると目標糖質量が出てきます。こうやってね自分で計算した方がより正確な数字が出ますけど、ちょっと面倒だとは思うので、自動計算してくれるようなサイトもね探せばいろいろあるので、一応概要欄にも貼っておこうかなと思います。ジャンクフードとかね大好きな方は結構糖質増えているはずなので、こんだけしか取っちゃダメなのって愕然とするかもしれません。ただいつも糖質たっぷり取ってるのにいきなり糖質ガクって下げると、脳の仕組み的に危険信号を出されちゃって、この体糖質が今取れない状況なんだって逆に食べたくなるようなホルモンとか出されて続かなくなっちゃうので、脳というね監視官ポリスメンに気づかれないように少しずつ自分を騙していくのがコツです。私はお茶碗から少しはみ出るくらいの一般的な量のご飯を食べてたんですけど、そこからはみ出ないくらいの量に変えて、慣れてきたらまた半分くらいの量に変えて、お茶碗自体ちょっとちっちゃめにしたりとかで、それにも慣れてきたので、最近は白米オンリーから白米と玄米と雑穀米を 0.4 対 0.5 対 0.1 くらいに変えることに成功しました。ほんと少しずつやったので、ノーポリスメンにもね気づかれずに爆食いしたくなるような反動も起きていません。もうお分かりかと思いますが、みんなの意志力が低い、みんながダメ人間だから続かないんじゃなくて、ノーポリスメンのね優秀さを知らずに一気に逃げようとするからすぐ捕まっちゃうんです。私はね脱獄マスターなので、バレないように少しずつ逃げる
るのでいつも脱獄できます。ちなみに毎食糖質しか食べていなかったような方、朝はご飯、昼はスパゲッティ、夜はラーメンみたいな生活をしていらっしゃった方は、糖質減らせって言われたらね、何食べればいいのさって思われるかもしれませんが、タンパク質や食物繊維、良質な脂質とビタミンミネラルなどを逆に増やして糖質を減らしていくような食生活を心がけてみてくださいね。具体的にどういう感じってわからないかもしれないので参考になるか分かりませんが、私のここ数日の食事を載せるとこんな感じです。あとこれは昔からの私の癖みたいなもんであんまり努力してるつもりはなかったんですけど、昔から食べるのが遅いって言われてて、仕事としてはね短所だったりもするんですけど、ダイエットにおいてはゆっくり食べる、よく噛むっていうのが満腹中枢が刺激されて、少ない量でもお腹いっぱいだって感じやすくなるので、ご飯はよく噛んで1食は30分くらいかけて食べる。あと寝る 2,3 時間前には食事は終わらせておくことも大切です。次に2つ目の習慣は朝トレ。やっぱ明日の昼にしようとかうんぬんかんぬん言い訳しているうちに、あれもう何年経っただろうなんてことはありませんでしょうか。朝はねだるくて体が動かないですよね。だから勝手に動くレールに乗せちゃうんです。これが私のモーニングルーティン、勝手に動くレールの仕組みです。ガチで大発見だと思ってるんですけど、海に大好きなスイーツを我慢したり、きつい運動をしなくても良くなるなんて最高じゃないですか。なんちゃらスパとかね、エレブな施術を受けるより疲れがどっと取れます。